皆さん、こんにちは。今日は食の未来を変革する驚くべき技術、3D フードプリンティングに光を当てます。この先進的な技術は、私たちの食卓にどのような革命をもたらすのでしょうか？ 3D フードプリンティングは、コンピューター制御のプリンターを使用して、食材を層に層を重ねて造形する技術です。これにより、従来の料理法では不可能だった複雑な形状やデザインを実現することが可能になります。しかし、3D フードプリントの可能性は単に見た目の美しさに止まりません。栄養のカスタマイズ、持続可能な食料生産、さらには食品廃棄物の削減といった社会的及び環境的な利点も期待されています。今日の番組ではこの革新的な技術の基礎から応用例、さらには未来への展望までを深く探ります。3D フードプリンティングがもたらす未来の食文化とはどのようなものでしょうか？それでは未来の食卓への旅を一緒に始めましょう。3D フードプリントの世界へようこそ。このセクションではこの革新的な技術の基礎とその歴史に迫ります。3D フードプリンティングはコンピューター制御による精密な造形技術を食品製造に応用したものです。この技術は食材をインクとして使用し、層状に積み重ねていくことで複雑な形状やデザインを実現します。初期の段階ではシンプルな形状やパターンの作成に限られていましたが、技術の進歩によりより複雑で繊細なデザインが可能になりました。 3D フードプリンティングの歴史は2000年代初頭に遡ります。最初の試みは基本的な材料で単純な形状を作ることから始まりましたが、やがて技術は食品科学と融合し、より高度なアプリケーションが開発されました。使用されるインクはピューレ状の野菜や果物、チョコレート、生地など様々です。これらの材料は特定の粘度と流動性を持っている必要があり、プリンティングプロセス中に安定した形状を保つことが求められます。現在市場には家庭用からプロフェッショナル用まで様々な 3D フードプリンターが存在します。これらのプリンターは料理の新たな創造性を解き放つだけでなく、特殊な食事制限を持つ人々や高齢者、病院の患者にカスタマイズされた食事を提供する手段としても注目されています。3D フードプリンティングは食材の無駄を削減し、食品の新しい形態を探求するという点で食の未来を形作る重要な技術です。この技術がどのように進化し、私たちの食卓にどのような変化をもたらすのか、その可能性は無限大です。次のセクションではこの興味深い技術が現実の世界でどのように応用されているかを探っていきます。3D フードプリンティングの最大の魅力の一つは個別の栄養ニーズに合わせた食品の作成です。例えば特定の健康問題を持つ人や特別な栄養が必要なアスリートのために栄養成分をカスタマイズした食事を作ることが可能になります。さらにアレルギーを持つ人々のために特定の成分を排除した安全な食品を提供することもできるのです。食の美学の分野においても 3D フードプリントは新たな地平を開いています。レストランやシェフたちはこの技術を使って従来の調理法では不可能だった複雑で芸術的な形状の料理を作り出しています。これは食事体験をより豊かで記憶に残るものに変えることができます。また 3D フードプリントは持続可能な食料生産への道を切り開くかもしれません。例えば食品廃棄物を減らすために余剰食材を再利用して新しい食品を作ることができます。この技術を活用すれば食料の無駄を減らし、環境への負担を軽減することにも貢献できるのです。3D フードプリントの応用はまだまだ発展途上ですが、その可能性は計り知れません。この技術がさらに進化し、よりアクセスしやすくなれば我々の食卓に革命をもたらすことでしょう。未来の食は私たちの想像を超える形で展開されるかもしれません。3D フードプリンティング技術はただ食事を作る新しい方法以上のものです。このセクションではこの技術が私たちの社会と環境に与える影響に焦点を当てます。まず環境に与える影響から見てみましょう。3D フードプリンティングは食材の無駄を大幅に削減する可能性を持っています。伝統的な食品製造プロセスでは避けられない食材のロスを精密な量の制御により最小限に抑えることができます。これは持続可能な食品生産と資源利用の観点から大きな意義があります。またこの技術は食品廃棄物を有効利用する方法としても期待されています。例えば余った食材や副産物をプリンティングに適した形状に加工し、新たな料理や製品に再利用することが可能です。これにより廃棄物の削減とリサイクルが促進され、環境への負荷を減少させます。社会的な影響としては
3D フードプリンティングは特定の健康や栄養ニーズに対応するカスタマイズされた食事を提供する強力なツールです。例えば高齢者や特定の病気を持つ人々のために特別に設計された栄養バランスや食感を持つ食品を作成することができます。これにより多くの人々が健康で満足のいく食事を楽しむことが可能になります。さらに3D フードプリンティングは教育や文化的な側面でも新しい可能性を開きます。学校やコミュニティでのワークショップを通じて子どもたちや大人に食とテクノロジーの関連性について学ぶ機会を提供します。この技術は食文化や芸術との融合により新しい食体験や社会的交流を促進します。未来において 3D フードプリンティング技術は持続可能で健康的かつ文化的に豊かな食生活への道を切り開く可能性を秘めています。次のセクションではこの技術が将来どのように発展し私たちの食卓にどのような変革をもたらすかについて探ります。 3D フードプリンティングは私たちの食の未来を刷新する革命的な技術です。このセクションではこの技術の未来への展望と直面する課題について探ります。まず3D フードプリンティングの将来的な進化を見ていきましょう。技術の進歩により高速でより複雑な形状を作成する能力が向上しています。またより多様な食材をプリントすることが可能になると予想されます。これにより食のカスタマイズはさらに細かく個々の栄養ニーズや好みに応じた食事の提供が現実のものとなります。未来において 3D フードプリンティングは食品生産の持続可能性を向上させる重要な役割を担うでしょう。この技術により食品廃棄物の削減、資源の有効活用、新しい食料源の開発など環境に配慮した生産方法が推進されます。しかしこの技術が広く普及するためにはいくつかの課題が存在します。技術的な課題としてはより多様な食材のプリンティングや大規模生産への適用などが挙げられます。また消費者の需要性や食文化への影響も重要な考慮点です。 3D プリンティングされた食品に対する懐疑的な見方や伝統的な料理法への影響をどのように乗り越えていくかが課題となります。さらに法的及び倫理的な側面も注目されます。食品安全性の基準、プリンティングされた食品の規制、知的財産権など新たな技術がもたらす問題をどのように扱うかが重要になります。 3D フードプリンティングの未来は私たちの創造性と技術革新、そして社会的倫理的な認識によって形作られていきます。この技術が私たちの食卓に新たな次元をもたらし持続可能な食の未来を実現するための鍵となることを期待しましょう。今回の探検を通じて 3D フードプリンティングの驚異的な可能性と直面する課題を深く理解することができました。次回の番組も食の未来に向けての新しい発見と学びをお届けします。それではまたお会いしましょう。